混ぜてるところに油を落としていくイメージですね。ドボッと入ってしまった場合、焦って一気に混ぜるんじゃなく、この油の浮いてる部分から少しずつなじましていけば分離しにくくなります。水分が増えた分、また油を入れる。皆さんこんにちは。本日は大阪淀屋橋にお店を構えるイタリアンレストランアッラゴッチャ北村シェフにお越しいただいております。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日の動画では自家製のマヨネーズをご紹介していただけます。そしたらマヨネーズ作っていきます。で、材料、オリーブオイル。これはもう2番ピュアオリーブオイルを今回は使用しています。エクストラバージンでもいいと思います。で、あと卵黄と塩と白ワインビネガーと練りマスタードです。あとはお好みで胡椒だったりっていう形ですね。はい、そしたら作っていきます。卵黄、火が入らないので、なるべく新鮮な卵を使っていただくんですが、油自体が常温なので、冷蔵庫から出したての卵黄を使うと温度差が生まれてちょっとつながりにくかったりするので、ある程度常温に戻していただいて、卵黄2個と、あとここにちょっと塩を当てて、この塩を少しだけ当てるっていうことは、卵が塩の、効果で凝固し始めるというか、なので固まりやすくなってくるんです。で、塩をこのように溶いていって、あとマスタードもここに合わしちゃいます。で、同じように卵黄と練り合わせていきます。少しずつ混ぜながら油を足していきます。よくパスタとかで聞くと思うんですけど、乳化っていう形です。水分のものと油のものをつないでいく作業です。これも少しずつ混ぜながら加えていくのは、一気に油を入れてしまうと水分の部分と分離しやすくなってしまうので、少しずつ油をなじましていく感じで混ぜていってください。先ほどの卵黄とマスタードを混ぜた状態よりも油が入っていくことによってどんどん重たくはなってきます。で、混ぜてる最中に例えばドボッと入ってしまったと。ドボッと入ってしまった場合、焦って一気に混ぜるんじゃなく、この油の浮いてる部分から少しずつなじましていけば分離しにくくなります。ってなったら少しずつ卵黄を溶かし込んでいくイメージ。だって混ぜてるところに油を落としていくイメージですね。さっきより卵黄とマスタードの時よりボテッとしてきてると思うんですね。ってなると今完全に卵たちの水分と、油の部分が固まってきてる状態です。でも今度この状態を進んでいって油を足していくと、今度比重が割合が油が勝っちゃうので分離が始まります。なのでその時に計量された酢を水分として足していく。そうするとどんどんまた緩くなってきますよね。水分が足されたり、このようにまた柔らかくなりますよね、状態が。ってなると水分が増えた分また油を入れる。また先ほどビネガーを足して水分を増やした状態から油をずーっと足していったら、またこのようにボテッと濃度がついてきて乳化してる状態、つながってる状態です。で、まだ油がまだあるので、じゃあまた先ほどと同じようにここでビネガーで酸を足しながら水分を足して伸ばしていく。
そうすると油が入る余裕が出てくる。でまたさっきよりとろーっとですね。だからまた入れていきます。で入れ終わったら同じように攪拌させてつないでいきます。はい、そしたらマヨネーズの完成です。このようにボテッと全部つながってる感じですね。はい。で、比較的こうシンプルな作り方なので、まあ、マスタードで塩味で、ビネガーの酸と油分のつながったニュートラルな感じのマヨネーズなので、まあ、ご家庭では、まあ、いろいろバリエーションだったりいろんな料理に使っていただけると思いますし、あとはまあちょっと保存料が入ってないので、まあ落としラップをしながらタッパかなんかで保存していただいて3日ほど、3日4日ぐらいでは使い切っていただけるといいかなと思います。はい。あと市販のマヨネーズのようにちょっとこう寄せたい味にするのであれば、ちょっと砂糖なんかも入れてみると酸がまろやかになってよりお子さんも食べやすいようになるようなお味になると思います。ぜひご家庭で作ってみてください。Thank you so much for watching our video. If you like this video, please hit the thumbs up button, leave a comment down below, and to keep updated with our videos, please hit the subscribe button. And be sure to be connected with our Instagram and Twitter account as well. And we'll see you in our next video. Bye!